藤原信則の西郷。光る君へに学ぶ日本史。越後で病没した紫式部の弟。紫式部の弟藤原信則は高齢の父為時が越後守に任じられると手助けするために同行するが越後で病死した。藤原信則の生涯と最後を詳しく見ていこう。藤原信則は974年頃、父藤原為時と母藤原為信の娘との間に生まれている。藤原為信の娘は信則を産むとすぐに亡くなったとされることから、紫式部の同母弟とする説が有力である。しかし一部には信則は紫式部の兄だとする説もある。母親の父藤原為信の兄為政の妻は陽炎日記の筆者道綱の母の姉である。更級日記の作者菅原の高末の娘は道綱の母の姪であることから、紫式部の親族は文学者ぞろいである。それはともかく紫式部の母は式部と弟の信則ともう一人姉を産んでいる。しかしこの姉は紫式部がまだ若い頃に亡くなっている。紫式部と沢の動画でも詳しく述べたが、式部には沢によく似た親友がいて、式部はその人を姉君と呼んでいた。だがその姉君も太宰府へ行ってしまって生き別れとなっている。紫式部は幼い頃から身近な人たちとの多くの別離を経験している。また紫式部は幼い頃に母親を亡くしているため、母に関する記述は残されていない。母の記憶がないという経験は成人して源氏物語を書いた彼女の人生観や作品にも大きな影響を与えている。信則と紫式部とは唯一の同母兄弟ということもあり、仲が良かったようである。紫式部が父に学問を学ぶ信則の横で聞いていて、内容を信則よりも早く覚えたという話は有名である。そのため父親の為時は紫式部に、お前が男であったらどんなに良かったことかと嘆いた。後に藤原道長は紫式部を娘中宮明子の女房に採用した。そのためであろうが、道長は信則の役職をクロードに引き上げている。しかし期待に反して信則は仕事や学問に関してはあまり目立った成果を上げることはできなかった。父親の為時は仕事では出世しなかったが、漢文などの学問は超一流であった。しかし信則は仕事にも学問にもあまり光るものがなかったようである。ただし信則は和歌に関しては才能を発揮して優れた歌を残している。信則の仕事ぶりについては1010年寛永7年に次のような記録が残っている。中宮明子が出産のために一条院代理から土帝殿へ退出した翌日のことである。
代理より土帝殿へ使いとしてやってきた信則は酒を勧められて不覚にも酔っ払ってしまう。さらに禄をもらうのに信則は座ったまま受け取るなどしきたりをわきまえない行動が目立った。信則はおおらかであまり細かいしきたりなどにはこだわらない人物であったようだ。しかし当時はすでに源氏物語を書いたことで姉の紫式部は有名人となっている。その弟があんなにしきたりをわきまえない行動をしていると宮中の人々の目は厳しかったのである。そんな信則だが和歌に優れていたため女性たちには結構モテたようだ。当時はしきたりにのっとれば女性を口説いたり予売するのは自由であった。ところが信則が親しくなったのは鴨神社の大祭院信子内親王に仕える女房の中将である。この中将は長らく祭院長官を務めた源為政の娘で母親は泉式部の姉妹であった。信則は得意の和歌を送り中将はこの和歌を通じて彼を慕った。ところで参院とは精進して祭祀を執り行う神職で未婚の皇族の女性が務めるのが慣例であった。そのため参院は不審者が侵入しないよう厳重な警護で守られていた。しかしある日信則はその祭院の中将と夜を共にするため夜間鴨神社に忍び込むのである。祭院の中将が目当てとは信則も大それたところに夜ばいをかけたものである。ところが警備の者たちに発見されたため侍たちは門をすべて閉ざし隠れている信則をあぶり出そうとした。その騒ぎに恐れをなした中将が祭院に自分のところに来た男だと打ち明けた。そのため信則は何とかピンチを切り抜け神社から追い出されている。おおらかで明るい性格の信則だがその行動には少々慎重さが欠けることが多かったようである。父親の為時は1011年寛康8年2度目の受領として越後守に任じられている。すると優しい信則は高齢の父一人を北国に赴かせるには忍びないと地獄の下に叙せられたのを機に苦労をやめている。そして60歳を超えた為時と共に信則は越後へ旅立っている。ところがまだ30代の信則が旅の途中で重病となってしまう。紫式部はこの時まだ中宮明子に仕えていたが一条天皇がこの年に崩御している。藤原の信則は越後へ到着すると間もなく逝去している。以後なぜか紫式部は目立った活動をしなくなっている。そのため紫式部は数年後に亡くなったとする説が唱えられるほどである。愛する弟の逝去を知った紫式部の悲しみの深さがどれほどであったかが想像できるのである。